皆さんこんにちは。独学チャンネルへようこそ。LS です。今回の動画の概要ですが、COM コンポーネントオブジェクトモデルを使って Excel を操作してみたいと思います。まずは Excel で実行したいことをマクロ記録します。マクロを参考にしながら Excel をCOM参照して操作します。次に Excel のバージョンが違っても動作するようにExcel を遅延バインドして操作します。プロセスが残らないように注意しながら操作を行ってみます。Excel を起動してマクロを記録します。表示タブのマクロの記録から記録してもいいですが、リボンを右クリックしてリボンのユーザー設定をクリック。メインタブの中の開発にチェックを入れて OK をクリックします。開発タブを開いてマクロを記録をクリックします。マクロ名マクロ1のまま OK をクリックしてマクロを記録します。セル A1 にテスト1と入力します。セル B2 を選択して赤で塗りつぶします。セル C3 から E5 を選択して右クリックしてセルの書式設定をクリックします。配置タブを開いてセルを結合するにチェックを入れます。罫線タブを開いてセルの上下左右と右斜め上の罫線を設定して OK をクリックします。セル D7 を選択して挿入タブを開いて画像をクリック。画像ファイルを選択して挿入をクリックします。挿入した画像を右クリックしてサイズとプロパティをクリック。図の書式設定で高さと幅を 50% にします。もう一度開発タブを開いて記録終了をクリックします。マクロの記録が終わったら隣のビジュアルベーシックをクリックします。標準モジュールのモジュール1を開きます。セル A1 の入力、セル B2 の塗りつぶし、セル C3 から E5 の結合と罫線の設定、セル D7 の画像挿入が記録されています。それではフォームアプリを作成して Excel を操作してみます。プロジェクト名 Excel Read Write で Windows フォームアプリを作成します。このチャンネルでは現在 .NET フレームワークから .NET への移行をテーマに独学していますので、今回も対象のフレームワークを .NET 5.0 とします。プロジェクトファイルのWindows デスクトップは不要なので削除します。フォームに Excel 新規作成用のボタンを1つ配置しました。ボタン New をダブルクリックして Excel ファイルの新規作成処理を書きます。Excel が操作できるように参照を追加します。ソリューションエクスプローラーの依存関係を右クリックしてプロジェクト参照の追加をクリックします。参照マネージャーの COM を選択してMicrosoft Office オブジェクトライブラリーにチェックを入れて OK をクリックします。これで Microsoft Office Core が参照に追加されました。もう一つ Microsoft Office Interop Excel の参照が必要ですが、これは Excel の実行ファイルを参照してやればいいはずです。アプリの一覧から Excel を右クリックしてファイルの場所を開くをクリックします。エクスプローラーでファイルの場所が開きましたが、ここにあるのはショートカットだけですね。ショートカットを右クリックしてプロパティをクリック。リンク先に実行ファイルパスが記載されています。ファイルの場所を開くをクリックします。Excel の実行ファイルが見つかりました。Excel を起動した状態でタスクマネージャーを開いて Excel のプロセスを右クリックしてファイルの場所を開くをクリックする方法でも Excel の実行ファイルを見つけることができます。Excel の実行ファイルのパスが分かったら参照マネージャーの参照先をクリックしてExcel の実行ファイルのパスを開きます。Excel の実行ファイルを選択して追加をクリックします。参照マネージャーの OK をクリックすると Microsoft Office Interop Excel が参照に追加されました。
それでは Excel を操作するための変数を準備します。まずは Microsoft Office、Interop、Excel、アプリケーションでアプリケーションオブジェクトを作成します。これで Excel が起動した状態となります。次は Workbooks です。Excel 2010以前のバージョンでは MDI マルチドキュメントインターフェースといって一つの Excel ウィンドウの中に複数のブックが開けました。この状態をイメージすると分かりやすいと思います。ワークブックはワークブックスの中の一つとなります。アドメソッドで新規追加となります。ワークブックの中には複数のワークシート、ワークシーツがあります。ワークシートはワークシーツの中の一つとなります。大括弧1で一つ目、左端のシートを選択しています。レンジでワークシートの中のセルの選択範囲を指定します。セル A1 を選択します。エラーになっていますね。シートがオブジェクト型になっています。ワークシート型に変換しておきます。Microsoft Office、Interop、Excel 名前空間を毎回書くのが面倒であれば、Using Directive に追加しておきましょう。今回は参照先がわかりやすいように、毎回記述するようにしておきます。セル A1 の値をテスト1に変更します。まずはこの状態でファイルに保存します。保存はワークブック単位に行います。Save as メソッドの引数に保存するファイルパスを指定します。ファイルパスの変数を準備して、ファイル名はテスト XLSX とします。変数を引数として Save as メソッドに渡します。ファイルを保存したらワークブックを閉じて Excel を終了します。これで一度試してみます。作成ボタンをクリックするとテスト XLSX ファイルが作成されてセル A1 はテスト1となっています。記録しておいたマクロを参考にするためにコピーしてコメントアウトしておきます。セル A1 への書き込みはすでに記述しました。セル B2 の塗りつぶしを行います。レンジをセル B2 に変更してインテリアオブジェクトでセルの書式設定の塗りつぶし設定を変更します。パターンプロパティでパターンの種類を設定します。Excel Solid は塗りつぶし、網掛けなしを意味します。パターンカラーインデックスプロパティでパターンの色を Excel Automatic 自動に設定します。カラープロパティで塗りつぶしの色を255赤に設定します。ティント&シェードプロパティで色の明暗を設定します。マイナス1から1までの数値で設定して、マイナス1に近づくほど暗くなり、1に近づくほど明るくなります。パターンティント&シェードプロパティも同じで、網掛けの色の明暗を設定します。Excel Solid と Excel Automatic は Excel が持っている定数なので、このままだとエラーになります。マクロの画面で定数を右クリックしてクイックヒントをクリックすると値が確認できます。Excel Solid 1、Excel Automatic -4105 ですね。ソースの先頭に定数として宣言しておきます。カラープロパティの色番号ですが、色は RGB で指定します。16進数で書いた方が分かりやすいですね。下2桁で赤の値を0から255で指定。次の2桁で緑の値を0から255で指定。次の2桁で青の値を0から255で指定します。すべて0なら黒、すべて F なら白になります。セル C3 から E5 の結合を行います。レンジをセル C3 から E5 に変更して、文字の配置、横位置を標準、文字の配置、縦位置を中央揃え、折り返しをなし、方向を0度、インデントをなし、
インデントレベルも0。縮小表示もなし。文字の方向は最初の文字に依存としてセルを結合します。定数の宣言も追加しておきます。セル C3 から E5 の経線を設定します。右斜め下の経線はなしです。右斜め上の経線は、線のスタイルは実線、線の色は自動、線の明暗は0、線の太さは再線とします。セルの左、セルの上、セルの下、セルの右の経線も同じです。セルの内側の経線は縦横ともになしです。定数の宣言を追加しておきます。エラーになってますね。イント型の定数ではダメなようです。経線用の変数を準備して、マイクロソフト、オフィス、インターロップ、エクセルの Excel ボーダーズインデックスの定数を使って経線を指定します。他の経線も同じように指定します。セル D7 に画像を挿入します。マクロでは Pictures Insert を使って画像を挿入して選択した画像のサイズを変更していますが、違う方法で画像挿入を行ってみます。レンジをセル D7 に変更して、シート上のすべての図形を扱う変数を準備します。Excel Shapes の Add Picture メソッドを使って、挿入された画像を変数に代入します。Add Picture メソッドには画像のファイルパスと画像ファイルとリンクするかどうか、Excel ファイル内に画像を一緒に保存するかどうか、画像の位置をレンジセル D7 の左上に合わせて画像のサイズを指定します。後でサイズは変更するので適当に100ポイントにしておきます。エラーが出てますね。画像の位置はフロート型に変換しておきます。ブール型もダメなようなので、マイクロソフト Office Core の MSO トライステートの定数を使います。挿入した画像のサイズを元の画像のサイズの 0.5 倍にします。これでマクロと同じ内容を書き換え終わりました。実行してみます。作成ボタンをクリックするとエラーになりました。引数の数値の変換がうまくできていないようなので、それぞれ変数にして渡すようにします。これで試してみます。ダブル型からシングル型に変換できないとなってますね。一旦ダブル型の変数に代入して、フロート型に変換してみます。これでどうでしょうか。作成ボタンをクリックすると、Excel が上書き確認のメッセージを表示しました。はいをクリックします。テスト XLSX ファイルが作成されて、塗りつぶしや経線は思ったように入力されていますが、画像が小さいですね。サイズも 100% になっています。元の画像はこのサイズです。挿入時のサイズ指定を0にしてみます。今度はうまくできたようです。サイズは 50% になっています。元の画像と比べても半分になっています。Excel ファイルは作成できましたが、タスクマネージャーを確認すると、Excel のプロセスが大量に残っています。一旦すべて終了させて、作成ボタンをクリックすると、作成中は当然 Excel が起動して、終了したように見えますが、バックグラウンドプロセスに残ります。作成するたびに一つずつ増えていきます。もう一つ問題があって、Excel のバージョンによって参照するライブラリが違うということです。アプリを作成した PC で動作させるだけなら問題ないですが、
このアプリを他の PC で動作させる場合、Excel のバージョンが違うとエラーとなります。ということで、プロセスが残らないように、Excel のバージョンが違っても動作するように処理を変えます。プロジェクトから参照を削除します。参照を削除したので、変数の宣言を変更します。ダイナミック型で宣言します。ダイナミック型を使うことで、遅延バインドといって、作成時に参照してコムなどを読み込んでおくのではなく、プログラムの実行時に読み込むようにします。これでバージョン違いのコムにも対応できるようになります。ただ、デメリットとして、参照を行っていないため、コード入力時に入力候補は表示されません。メソッドなどの入力チェックも行われないため、実行するまでエラーはわかりません。なので、慣れるまでは今回のように、まずは参照して処理を書いて、動作を確認した上で遅延バインドする方が良いと思います。Excel が起動しないなどのエラーにも対応できるように、例外処理も追加しておきます。Excel の起動処理は、システムアクティベータクラスの Create Instance メソッドで行います。引数には、システムタイプクラスの getTypeFromProgID メソッドを使って、Excel アプリケーションの COM オブジェクトを作成します。他の変数の代入は参照時と同じようにできますね。ワークシートへの変換は必要ないので削除します。まずはセル A1 への文字の入力です。ここも参照時と同じで良いでしょう。次のセル B2 へレンジを変更する前に、システム、ランタイム、インターロップサービス、マーシャルクラスのリリースコムオブジェクトメソッドを使って、使用した Excel レンジのコムオブジェクトを開放しておきます。これをしないとプロセスが残ります。次に塗りつぶし処理ですが、プロパティの前に Excel レンジ .interior. のようにドットが2つつくような書き方をするとプロセスが残ります。この場合はインテリア用の変数を準備して変数 .property になるように処理を置き換えます。セル結合でレンジを変更する前に再度 Excel レンジの COM オブジェクトを開放しておきます。Excel インテリアの COM オブジェクトも開放しておきます。セルの結合処理はこのままで問題ないでしょう。罫線用の変数もダイナミック型に変更しておきます。ここは定数にして問題ないと思いますが、大括弧のままだとプロセスが残ります。getItem メソッドはエラーになって使用できません。プロセスが残らなかったのは丸括弧でした。後でもう一度確認してみます。対象の罫線を変更する前に Excel Borders の COM オブジェクトも開放しておきます。他の罫線も同じように処理を変更します。画像用の変数2つもダイナミック型に変更しておきます。画像のリンクと保存の指定はブール型で良いでしょう。画像のサイズ指定の引数もブール型にしておきます。例外処理に Excel の終了処理を追加しておきます。一応ここにも COM オブジェクトの開放処理を追加しておきます。ファイナリーブロックにも COM オブジェクトの開放処理を追加します。最後にガベージコレクションの強制実行を行っておきます。これで試してみます。作成ボタンをクリックすると、参照時と同じように Excel ファイルが作成できました。タスクマネージャーを確認しても Excel のプロセスは残っていません。再度作成してみてもバックグラウンドプロセスに残っていません。これで Excel 操作は正常に行えましたが、罫線の設定処理を確認してみます。getItem メソッドを使ってみます。ファイナリーブロックでエラーになってしまいました。画像用の変数を使用していないのに、COM オブジェクトを開放しようとしていたためですね。ヌルでなかったらと条件をつけておきます。getItem はダメなので大括弧にしてみます。
プロセスが残りました。丸括弧に戻してみます。プロセスは残っていません。この違いは何でしょう？ご存知の方はぜひコメント欄に投稿お願いします。最後に印刷処理を行ってみます。印刷はワークシートのプリントアウトメソッドで行えます。実行してみます。画面でわかりやすいように PDF に出力します。印刷できました。今回の動画はここまでです。COM、コンポーネントオブジェクトモデルを使って Excel を操作してみました。プロセスが残らないようにする手順は少し面倒ですが、Excel の関数やグラフ描画、印刷機能を使えるのは大変便利だと思います。次回は Excel から表データを一括して取得する方法を試してみたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。